もしブロックや削除をしていたら、あなたが県政の PR を一部の人に恣意的に見えないようにしてるということになるんですが、それは県政の PR、知事の仕事としてありうべき姿ですか？さまざまな形で SNS の運用については個人としてさせていただおきます。答えいただけなかったということで了解いたしました。お答えいただけないだろうなぁと思ってたので、奥さん、用意してありましたのよ。ずっとほんな承認コメント見とるやつおるってことやな。どない転んでも積むように用意してあるせやから前の日にこの動画を撮影しといて、昨日あの質問してんねん俺は。ほんま一週間待とうと思ったんやけど、なんで今週こんなこと言うてるか言うたら、これは俺の最後の賭けです。昨日の記者会見ではなくて、先週の記者会見の一場面を見ていただきましょう。偏差値50以上あったら、たもっちゃんの詰将棋がどういう打ち方をしたかっていうのがわかると思います。秘書家が撮影した写真の件なんですが、ここで先週の記者会見の様子を見ていただきましょう。先週の記者会見で、千代さんが女優ライトの質問をした前後のところです。これがその一場面なんですけれども、注目すべきは元彦ではなくて、解像度が荒いんであれなんですが、スライドです。スライドに写真が4枚使われていますが、そのうちの上から2つ目。神戸祭りのあの気持ち悪い斎藤元彦の赤いポロシャツの写真が使われています。それ皆さんご覧になったと思います。使われていますよね。で、知事の記者会見は公務だという確認を取っていますので、これは公務です。で、公務の説明として使われている資料が公文書であることは間違いないわけです。すなわちこのスライドは公文書です。公務で知事が使っている説明資料が公文書でないはずがないです。公文書の種になる素材も公文書です。公文書のは手書きのメモも含めて公文書ですから、例えばワードで綺麗な書類を作ろうと思って、ブレストのためにみんなで何か書いてるホワイトボードを写真で撮影しても公文書です。なので、秘書側が撮影している写真は、ここで知事の記者会見のスライドに活用されていることが言認された以上、秘書家がどの情報機材で撮ってるかどうかは別として、公文書です。今皆さん言認したんです。秘書家の撮影した写真というのは公文書だと。で、その公文書たる秘書家の撮影した写真を、斉藤さんのストーリーをそのまま鵜呑みにすると、私人、詩人、ポエットっていうのじゃなくてパーソナルな斉藤元彦アカウントが利用しているんです。で、これは普通考えると公私混同なわけです。だってそうでしょ？公文書を私の人が使ってはいけません。市役所の市民課の課長が保護になった住民票の写し持って帰ってケツ拭いてほかしたらあかんでしょ？公文書を私的に使ってはいけないんです。私的に使ってはいけないけれども、それが正当化される理由は、自分のやっている行為が県政の PR だからだということです。すなわち、アカウントは私的だけれども、行為が公的な行為なので OK なんだって言ってるんです。これが元彦さんのロジックです。僕はその元彦さんのロジックに異を唱えるもんではありません。僕はそうは思わないけれども、元彦さんのロジックはおっしゃるように、秘書家の撮った写真は公文書。私の SNS は私の個人のもの。本来は公的なものを個人で使うことはよろしくないけれども、その個人が公の行為をしようとしているんだから、OK なんだというのが元彦さんの言うてることです。公って何かね。
いや、俺は、この理屈はおかしいと思うよ。公文書を私的に利用するのは NG だけど、この場合許されるのは、その詩人の行為が公的な性格を帯びているから OK だって言ってるわけですよ。偏差値50以上の人に向かう日本語から言うとね、公文書だから私的流用は OK。なぜならば、行為が公的目的だからって言ってるわけ。私的ではないって言ってるわけですよ。だから僕は最後、よもやブロックやコメントの削除をやってませんよねっていうことを確認したらお答えにならなかったんです。お答えになりませんでしたよね。県職員が撮影された記録用の写真をですね、活用させていただいて、わかりました。県政の PR に資するようにさせていただいて、これごめんなさい。僕がちょっと下びた質問になっちゃうんですけど、こんなことは斉藤さん絶対やらないと思うんですが、おっしゃるように、県政の PR なんですよね。一人でも多くの人に兵庫県政を知ってもらいたいからということで、ツイッターや YouTube に秘書課の公文書を使って投稿しておられると。ということは、よもやないと思いますけど、ブロックとかコメントの削除とかはしておられないですよね。SNS の運用については適宜運用させていただいております。イエス・ノーで答えていただきたいんですが、ブロックや削除等はされておられますか、コメントの。個人の SNS の運用になりますので、適宜運用させていただいております。ということは、個人の SNS アカウントに兵庫県の資産を流用しているということですか。県政の PR に資するように、適宜活用させていただいております。兵庫県の情報資産を個人で使っていけて、その使い方は個人だから説明責任がないというロジックですかね。行事等の状況を、職員が撮影された記録用の写真について、私自身が県政の PR をしていきたいという趣旨で、私が運用している SNS 等で適宜活用させていただいているというところでございます。そしたら兵庫県の職員が同じことしても OK ということですか。私の対応については今ご説明させていただいたという通りでございます。いや、あなたの対応で一般論を聞いてるんですけど。ご質問いただくことになったとしても同じ答えになるのでご理解いただきます。わかりました、最後に同じ答えでいいんで繰り返し確認いたします。ブロックやコメントの削除はしておられますか、しておられませんか。繰り返しになって申し訳ないんですけど、 SNS の運用については適宜対応させていただいております。もしブロックや削除をしていたら、あなたが県政の PR を一部の人に恣意的に見えないようにしてるということになるんですが、それは県政の PR、知事の仕事としてありうべき姿ですか。さまざまな形で SNS の運用については個人としてさせていただいてお答えいただけなかったということで了解いたしました。ありがとうございます。ご苦労様でした。ということでお答えいただけませんでした。お答えいただけないだろうなぁと思ってたので、奥さん、用意してありましたのよ。奥さん、今日のテーマ何や言いました？奥さん、今日のテーマは、実地検証っていうのは重要だよねっていう話をしてました。今日は5月の27日で、先ほど見ていただいた記者会見の様子は、昨日ですから5月の26日です。その日付を頭に入れて次の動画を見ていただきましょ証拠としてこの JST クロックを写しておきましょう。2025年5月の25日15時4分25秒26秒。そんな感じです。はい。普段の環境とは違う通信環境ができたということ。そこで皆さんが斉藤元彦の動画を YouTube で見に行ってください。コメントを入れてほしいんですけど、なんかバカにするような内容とかではなく、記載許可団体にした責任をどう取ってくれるんですかとか、県民局所に謝ってくださいとか。しますね。うん。よいしょ。昨日何分ぐらいで消しとった？速攻消しとったよな。結構早かったです。30分とかで消えたりしてたんで。これは新しい順にするんですよね。そう、関連じゃなくて新しい順にしないとな。昨日は日曜日の夜やったやんか。はい。とりあえず待ってようか。あれ、はい、私のない。消えた？ない、もうない。
いや、私のがまだ映ってるよ。あります。食事の様子などはある不要です。あるですよね辰巳さんあるそれ僕や。あ、そう。あるワイさんのもうなくなったの？私のはないそんなことある名前なくなったの？新しい順にした？新しい順ですはいってことは辰巳さんと辰巳さんと C さんが並んでるってことだな。そうですね。辰巳さんどれ？私のは兵庫県は今回記載許可団体に転落しますから。辰巳さんないですないっす。ないですもうないないです早ないないですよ C さんのはある C さんのは食事の様子などは不要です。記載評価団体に転落するんですよ。真面目に検査をあする。私もそんなに悪くないこと書いたんやけどなギリいけると思ったんやけどなあかんかったまだ C さんも消えてない。いやでも残ってる C さんのは通ったけど、うんで消えたやつに通ってないね。通ってないのかも、私のが通ってないですね。私書いたのは対話と現場主義の斉藤知事パワハラ研修の結果を生かし風通しの良い職場を作る具体的な施策を聞かせてください逃げないでって書きました映画映ってない。なかなか嫌味でしょはい映ってないですね。私のやつにも来てない。辰巳さんなんて書いた？私は兵庫県は今夏記載許可団体に転落します。あなたが率いる県の見通しの甘さのもと万博に巨額の資金が流れ、その原資は税金です。未だ公益通報者保護法違反を継続し続けるあなたに知事の資格はありません。辞職してください。ストレートです。それ出てへんねん。出てない。でも同じタイミングで出した C さんの食事の風景などは不要ですってコメントは出たの。出ました。ほんならもうこれで立証作業終わりよ。出てない手ね貝さんのも出て出ない。ない出てないですね。一応何度かリロードしてるんですけど、いや変わらず。書きます斉藤知事頑張れあ、行こう行こう行こ昨日から見すぎて一番斉藤知事頑張れ。出た出てるやっう。あ、ほんやったらさっき承認されへんかったアカウントでやっても通んねんたな。どんねやなじゃあちょっと昨バン日はしとらへんってことやな。そうですねじゃあ私も昨日のバンされたと思ったらアカウントにも書いてみますわ、用語コメントなんて入れんの？斉藤知事素敵、超かっこいい、これからも頑張ってください。斉藤知事頑張れ、出ましたよ。出てます出てます。出た。出ました。知事素敵、超かっこいい。これからも頑張ってください。っていうのが辰巳さんのコメントね。そう、それで私です。出てますね。今日作ったやつは、さっき批判コメント入れて消えた、でその後褒めるコメントは入れて出てます出てる、はいじゃあほなその後もっぺん批判コメントはいそうしますはいアンチコメント入れます。はい公益通報者保護法違反が継続する兵庫県、記載許可団体へ転落する兵庫県、市長の周囲で相次ぐ自死者、これらはすべて斉藤知事、あなたの県政下で起き続けていることです。出ないですね。出ない繰り返しになりますが2026年5月の25日15時今は57分39秒です。1、2回目のアンチコメント入れてから1分経ってるんで、辰巳さんのが他の人に出るか出えへんか。水さん出てます出てないですね。ああ、きついやつねじゃあ承認制かな、やっぱ。承認制なのかな。出ないですね私ので見ても出ないでも素敵、超かっこいい、これからも頑張ってくださいは出てますよね。出てます山田花子さんの。出てる出てるそれは出てんの？それは出てます。出てるその後にきついこと書いたら出なかったんですよねその後きついことが褒めた後きついこと書いたら出えへんかったんや。出なかったです。ほなもう検証終わりやん。やっぱり批判コメントは元彦は出さない。出さない。出さない。しかもすごい早く、もう承認制ちゃいますかね、これ。ずっとほんなら承認コメント見とるやつおるってことやな。そうでないとこの動きにはならないよね。ならないですね。で、辰巳さんは一回批判コメントして、批判コメントは出なかった。出なかった。で、褒めるコメントをしたらそれは出た。出た。で、その後もっぺん同じアカウントで批判コメントをしたら出てない。で、Y さんは
私は、昨日の晩、きつめのこと書いて、非表示になったやつが、もう、そのアカウントで今日書いても何も出ない。出ない。で、褒めてもさっき新しく作ったアカウントで一番最初に批判コメント入れた。で、それは出なかったけど、その後に斉藤知事頑張れって書いたら出た。出た。はいでその後もっぺん批判コメントした。今からします。はい。はい。今からしてください。はい C さんは僕のやつは、最初のやつは、批判コメントやけど、緩めの批判コメント。緩めの批判コメントは出てる。それは出てるんです。また出てる。まだ出てる。19分後ですけど、まだ出てます。その文面は食事の様子などは不要です。記載許可団体に転落するのですよ。真面目に県政を前に進めてください。は出てる。出てる。であ、確かにこれギリですよね。で、その後その後は、でしたのは、告発文書問題はまだ終わっていません。第三者委員会の提言を受け入れてください。は出てないですよね。出てないです。これは出てない。出てない。これ出てないですね。おもろいなぁ。で、今から淡井さんは、はいはいけなして褒めてってやって、そう次、最後もっぺんけなすね。はい、はい。書きましたよ、今。斉藤知事、公益通報者保護法について国の見解に従ってください。おどないなるや出てないですね。それでいいんやろ。ちょっとは、ろ。ちょっと優しい。あ、そう、優しい。優しいんや。だいぶ優しい。だいぶ優しい。だいぶ優しいですよ。ちょっと2、3分待って、はいね、タイムラグがあるかもしれんから。でも多分キーワードとして公益通報者保護法とやったらパスってなりそうな気がします。なりそうな気がする。ね、うん。パワハラ、パス。Y さんのアンチコメントも載ってない。見てない。載ってない。出ないですね。もう2分ぐらいは経った気がする。出ないですね。出ないですね。やっぱり Y さんのコメントも出てない。出ないね C さんのコメントも出てないですね。出ないですね。2回目にやった明らかアンチコメントみたいな、アンチっていうのもあれやけど、明らか批判コメントっていうのは3人とも出なかったっていう。ということで、はい。検証終わりですね、これでね。はい。これで終わりですな。はい。はい。アンチコメントは消されます。アンチコメントは消されます。はい。はい。結構瞬殺で消されます。瞬殺でしたはいね。。瞬殺でした。ということで、斉藤さんの YouTube のコメント欄にアンチコメント言ったらどうなるか検証実験終了です。イエーイパフ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 どんどんどん。なんやねん。さようなら。消してはるんですよ。で、先ほどJST クロック見せて、5月の25日の15時台にその撮影をしてるということを、ことさらに何度も JST クロック動画の中でお見せした理由は、実を言うと、仲間で LINE グループでテストしてみようって日曜日の晩にやったんですよ。で、日曜日の晩にやってみたところ、速攻消されたのよ。で、やり終わった後、これ日曜日の夜やってたら私的な行為っていうことで正当化できてしまうから、平日の日中にやってみようと思って、前の日の月曜日の日中にやってみたんです。なので、僕たちの検証作業としては、日曜日の夜、やったということは検証してます。で、これはひょっとしたら本人がやってるって可能性があるんですよ。日曜日の夜やからね。月曜日の昼の3時にやっても、こうやって消されてるんですよ。公務中に消してんねん。公務中に消してんねん。誰が消してるかどうかは分からへんけど、斉藤元彦さんが見事に公務中に、斉藤元彦さんのアカウント動いてるってことですよね。私的な YouTube アカウントが公務中に動いているということは、それは一体どういうことなんです、それは。いや、人で借りてやってんのか、我がでやってんのか、第三者がやってんのか、どうやってんのか知りません。少なくとも僕は YouTube もやってますから、
コメントを NG ワードで非表示ということができても、NG ワードの非表示は NG ワードで非表示になりましたという表示になるか、あるいはランクが下がるかどっちかです。消えるということは手で消してます。で、かつ、さっきの動画もっぺん見てもらった、後でこれ公開しますけども、さっきの動画をもっぺん見てもらったらわかりますが、NG ワードだけではないです。同じ言葉を単語を使ってても、Y さんの、ごめんなさい、C さんの動画が表示されとったんですが、同じワードを使ってても、トンマナの世界で、出るもん出ないものは変わってるんで、単純な語句で弾いてるわけではないです。だから動画にしたんです。消されたかどうかっていうのはスクショだけでやるんだけど、動画でやらなあかんのは、しかも複数人集まってやってやらなきゃいかんのは、こういう効果があるからです。禁止ワードで弾かれてるというわけではないんです。これ人手でやっとんですよ。その人手がね、誰か知らんよ。斉藤元彦本人なのか、県の職員なのか、斉藤元彦が宿ってる外部の業者なのか、斉藤元彦の嫁はんと子供なのか、知らんよ。誰がやってるのか知らんよ。ただ少なくとも、我々が確認したのは日曜日の夜と、平日の日中にも動いてるということであって、嫁や斉藤さん、月曜日の午後休みやったってことないよね。これさっき言ったでしょ？元彦本人がやってんのか、県の職員にやらしてんのか、外部の業者にやらしてんのか、嫁と子供にやらしてんのか知らんけどね。何にせよ知事の公務の時間帯にコメント欄からネガティブコメントが削除されるということが、これで立証されたわけです。で、多分この話をしたら来週の記者会見の裏とかで誰かがネガティブコメントやったとしても通すみたいなことすると思うんだけど、やればやるほどドスブにはまるで、ロジカルに考えてみ。斉藤さんが公務中はネガティブコメントは消えません。っていうことを立証しようと思って、例えばこれ業者に出してたとして、業者に発注して、俺が公務しろときはやるなとかっていう指示出したとしたら、それ、俺の動画を見てるという証拠になるし、俺に影響されてるっていう証拠になるし、八方塞がりですよ。今まで通り淡々とこれをやり続けなきゃいけないんですよ。どない転んでも積むように用意してあるせやから前の日にこの動画を撮影しといて、昨日あの質問してんねん、俺は。これをきっちり型にはめるんです。でこれいろんな論点があるんです。本人がやってる。公務時間中にそんなことやっててんの？県の職員にやらせてる。県の職員にそんなことさせてんの？業者にやらせてる。民間業者が公文書扱ってんの？嫁と子供にやらせてる。家族に公文書触らしてんの？誰がやっててもアウトですよ。誰が行為主体が誰であれ全部アウトでしょ。自分でやってる言ったら、ちっちゃい人間やなって話になるけど、ちっちゃい人間の前に、お前公務中にやっとんけって話になるやん。だって公務中にやってるってこと立証してしもたやもん。お前公務中にやっとんの？それ。大丈夫？公務中に私的なアカウント触ってんの？ほんまそれを渡瀬県民局長みたいに片山さんに来てもらって、お前誰に聞いたんや、お前これ。おいなんでこんなことしたんや。ほなもう全部調べなしゃないやないかいって言うてもらわなあかんやな。県のメールサーバー全部止めて、公務中に何しとんねん、言うて。それで記者会見で言うてもらわな。公務員失格や、言うて。公務中に私的なことしたらあかんのでしょ？で自分で私的な私のもんです言うてたやんけ。で、投稿すんのはしゃあないから、県の PR かもわからんけど、お前。県民の声。これちなみに Y さんも C さんも T さんもあれ3人とも兵庫県民やで。俺にその抜かりはだよな。県外の人なんか連れてくるわけないよね。さっきおった男性1人と女性2人3人とも兵庫県民ですよ。兵庫県民ですよ。兵庫県民の声を、県政の PR なんでしょ？県政の PR をしたやつに、県民が声を寄せたやつを、業務期間中に私的なアカウントで削除してんねんで。渡瀬県民局長やったら、その場で銃殺処刑されとったんちゃう？そんなこと。で、悪いけど、3人とも案外高額納税者よ。みんな兵庫県民。普通の高額納税者。その人のコメントが公務時間帯月曜日の15時に知事のアカウントから消されてんねん。
私的なアカウントだけども、公的な性格を見てるから OK と言うて、公文書の私的流用を正当化している公な言論アリーナである場所から、県民の声が消されてるんですよ。それええんけ？それええんけ？で、しかも、渡瀬県民局長が業務時間中に私的な作業をしていたから言うて懲戒免職したやつが What the fuck are you talking about? これが元彦本人がやってた時の問題ですね。外部業者にやらせてる。何？外部業者に兵庫県の公文書扱わせてんの？いや、別に外部業者が兵庫県の公文書を扱うということもあると思うけど、それ公的な契約書残ってるはずですよ。いや、例えば役所行ったらね、今、市役所でも区役所でもどこでもそうですけれども、市民館の窓口、住民票を渡す事務の人とかをパソナとかに出してる場合があります。だから住民票を取ったら300円とか取られるやん。で、300円取った時の領収書見たら、そこの C とか空のレシートやなしに、株式会社パソナって書いてる時あるんですよ。業務委託受けてやっとうから。だから民間の業者が、公の仕事を委託してやるということあります。で、その時に公文書を使うということもあります。その時には、役所とその民間業者との間に、業務委託のための基本契約と委託の発注書と、それと NDA の3点がミニマム揃ってるはずです。これ全部公文書開示請求の対象です。出てくんのこれ。だって、立派な公文書ですよ。俺冒頭さっき、先週のスライドで赤いポロシャツの写真がスライドに使われているというのを確認したのはそれを言うためですよ。県の書類に掲載される写真やで。立派な公文書を何の契約もなしでノールックで民間業者に使わせんの？それはないでしょ。民間業者にやらしてんねやったら、民間業者に発注した兵庫県の契約書があるはずです。ないのに元彦が勝手にやってたら、県は知事やからしゃーなしに渡した公文書が、知事の独断で民間業者に流れてるってことになって、これ完全情報漏洩ですよ。給与削減条例。俺がなんで昨日給与削減条例の質問したか今になったら分かったやろ。知事の給与を減額する条例をやってるわけですよ。で、俺はその質問を、この質問の前にやってるのなんでやったか言うたら、同じことやってるからですよ。県固有情報の外部流出で知事の給料下げなあかんねやろ？県固有情報を知事本人がもし外部流出したらどないなんねんもそれ。いや、自分で言うてたやん。県保有情報を出たことに対して、外に出たことに対して、組織の長としての責任を感じるので、執行部として議会に知事の給与の減額条例を審議してもらってますって言うて。自分の部下が県固有情報を外部に流出させたことは、自分の給与を下げなあかんことほどの責任を感じてる人が、自分が県固有情報を外に出したときに、どんな責任の取り方するんですかね？どうするんですか？で、次。県の職員にやらしてる。県の職員にやらしてたら、それどういう問題があります？これね、県の職員にやらせてたら、それ県の職員、まあ、かわいそうですわな。なんちゅうことを県の職員にさせてんねんちゅうことですよ。ほんで、これ日曜日の夜にも消えてんのを確認してるということは、業務時間外でもやらしてるわけです。これで、県の職員がやってる行為が、公務でないはずがないわけですよ。県の職員が仕事としてやってることが公務でないってことはありえないでしょ？近所のおっちゃんにやってもらってることは近所のおっちゃんとやってることは私的な仕事ですけど、県の職員にやらしてるんでしょ？もし、今だから本人の可能性についての問題点、外部業者にやらせてるっていう場合の問題点をしていけば、次、3つ目の問題点。これ、サブロク協定違反どころの話じゃないですよ。公務で兵庫県は、県民の声を聞いたり聞かれかったりすんの？みんなSNS のブロックや言うてるけど、それどういうこと？昭和の時代、県政の PR いうのは、こんな新聞上の兵庫県だよりみたいなね、県の新聞配られとったん。あれ全戸配布やん。
ここの家公明党やから入れんとこうとか、ここの家共産党やから入れんとこうとかって県やったらそれ大問題でしょ。それ大問題でしょ。昔の県政の PR なネットがなかった時代はこんな新聞でやっとったやん。知事がどっか行かはりましたとか、うちの県出身の何々選手がオリンピックで金メダル取りましたとかっていうの載っとるやつね。あれ、さあ、それ、昔昭和の時代は、近所の町内会の老人会のおっちゃんが配ってくれてたんよ。町内会に降りてきて町内会で配ってたんやけど、あれは。あれ、全国配布するんですよ。それで、ここの家あかん、公明党やから入れんとこうとか、ここの家あかん、共産党やから入れんとこは、言うて。やって、それ、昭和の時代 OK やった？ダメでしょ、それ。ダメでしょ。それブロックするとかコメント消せそういうことですよ。で、さらにね、細かい話をするとね、こういう法律があるんです。稲本さんが懲戒処分を受けた根拠法である、地方公務員法なんですが、地方公務員法の中にこういう条文があるんです。地方公務員法の36条。職員は政党その他の政治団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となってはならず、またこれらの団体の構成員となるように、もしくはならないように勧誘運動をしてはならない。2、職員は特定の政党その他政治団体または特定の内閣、もしくは地方公共団体の執行機関を支持し、またはこれを反対する目的を持って、あるいは公の選挙または投票において特定の人または事件を支持し、またはこれに反対する目的を持って、次に挙げる政治的行為をしてはならない。の中に、こういう条文があるんです。文書または都がを地方公共団体または特定地方独立行政法人の省令、地方独立行政法人にあった事務所以下この号においては施設等に掲示しまたは掲示させ、その他公共団体または特定地方公共、独立行政法人の庁舎、施設、資材または資金を利用しまたは利用させること。職員が知事の YouTube アカウントをああやって触ることは、この条文のアウトよね。で、これね、ネットのことを書いてないって言うけどね、極めつけの一言書いてあるんです、ここに。資材って書いてあるんですよ。資材やん。資材っていうのは、資本の資に材料のないね。材料の材ね。資材やん。県の職員が撮った撮影は。明確に資材やん。行政の資材を使って政治的なね、行為をしちゃいけない。その政治的な行為というのは、特定の地方公共団体の執行部に対する賛成反対という表明も政治的行為なんです。で、その政治的行為を行政の資材を使って表明してはいけないって言うてるから、行政の資材たる秘書課の職員が撮った写真を用いてそういうことをしてはいけないって書いてあるんです。これ地方公務員法に書いてあるんですね。で、地方公務員法の7手人は、一般職員なんです。偏差値50以上が分かる言葉で言うと、要はポリティカルアポインティは、除外されてるんですよ。ね。だから菅野お前36条の、36条2の4号違反や言うてるけども、そもそも地方公務員法は、なあて人が一般職員なんで、一般職員は法令違反かもわからんけど、斉藤元彦は白や言うと思うんですけど、条文を読んでいくとですね、その先にね、36条の3っていうのがあるんです。何人も全2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、もしくは煽ってはならず、また職員が全2項に規定する政治的行為をなし、もしくはなさないことに対する代償もしくは報復として、任用、職務、給与、その他職員の地位に関して、何らかの利益もしくは不利益を与えようと企て、もしくは安くしてはならない。何人もってこの条文は書き分けてあるんです。何人もって書いてるから、外部の業者のおっちゃんとかようこれで逮捕されてんねんけど、これ特別職も含まれてます。副知事、知事等のポリティカルアポインティも外部のおっちゃんも近所のおっさんも何人もですから書いてあるから。元彦も含まれてます。もし元彦が業務命令で秘書課にやらせてたら、これ36条の2と3の両方の違反です。3つ検証しました。本人がやってたらアウト、外部業者にやってたらアウト、職員にやらせたらアウト、最後の一つ、嫁か子供にやらせてる。もっとあかんよね。公文書家持ち帰っとんねんね。そんなんあり得る？だから、唯一、
政府な言い逃れは、エルカンターレが勝手にやりましたぐらいしかないと思うよ。エルカンターレが勝手に私のアカウントを操作して、私を宇宙最高神が導いてくれるために、私に対する批判コメントを勝手に消していたものであり、私がやったわけではありませんぐらいしか言い訳ないと思うで。どう考えてもアウトですよね。で、僕が一番問題やなと思うのは、職員にやらしてた場合の、斉藤元彦の批判コメントを消すという行為そのものが、特定の執行部に対する反対の意見を消すということは、職員に特定の執行部に対する賛成を表明することを職務として命令してるのと同じなんじゃない？法的に言うと。さらに言うとね、もう一個何人もで大きな穴を一個踏めたんですけど、最後に言い逃れしようと思うと、誹謗中傷だからブロックしたんですって言うたらええんですよ。でもね、ネットの誹謗中傷条例自分で作ってるんです。その条例使うんかい。自分でその条例作っとんやん。自分が第一号になれ。だから大きな穴二つ開いてる言ったら、そしたら地方公務員法は一般職員向けであって、特別職は入ってない言うてるけど、その次の36条の3にはそう書いてあるから、特別職も対象やということです。で、もう一つは、誹謗中傷から消しましたって言うんやったら、誹謗中傷条例あんねんからそれ使えよ。どの言い訳も全部道塞いだんです、おっちゃん。これがね、なんか知らんけどわからん、女も同姓同名で漢字が違うから嫌やけど、田中角栄の研究の立花隆ね、竜の方の立花隆とかね、あるいは誰や久我勝なんとかね、にやられてんだけど、やられてんの菅野保ですよ。菅野保みたいなチンジグリーンの油まみれのちっちゃいおっさんに、こんなお前、行く道塞がれてどないすんねん。立花龍の方ね、立花隆の方が知の巨人やったら俺知行の巨人、やかましわ。誰がチンカスや。そんなんどうでもええねんけど、情けないぞ。あろたらなくなんねん。やかましわ。あろたらなくなるってどういうことやねん。お前。あろてもちょっと残ってるわ。仕事ってこうやってやるんですよ。で、なんで俺これを、ほんま一週間待とうと思ったんやけど、なんで今週こんなこと言うてるか言うたら、これは俺の最後の賭けです。最後の賭け。俺はちっちゃい人間やから、将来、どうやって顔してしまうかもわからんけども、俺これオープンリーチかけてるんですよ。どういうことか言うたら、このネタを俺来週記者クラブの記者さんから質問してほしいねん。俺がこの質問したらあかんと思うねん。俺もここまでの仕事したんですよ。で、これ、テレビやったらあかんねん。サンテレビとカンテレあかんねん。カンテレとサンテレビは実はね、記者クラブ入ってないんですよ、あれ。テレビはね、別の舞台なんですよ。だから記者クラブの、だから新聞の人らがやってほしい。だから俺オープンリーチしてるんで、で、これは最後の賭けです。で、俺はその元彦をどうのこうのしたいということではなくて、俺はとりあえず兵庫県を正常化したいわけ。で、それは言論空間もそうですよ。俺別に俺のネタパクるなよとか言わへんよ。で将来俺は人間が小さいから、あいつほら、俺のネタでやりよってんとか言うかもわからんけど、これ突っ込まへんかったら、2年前に、それ公益通報者保護法違反やんで騒いだ自分たちが嘘になるよ。で、これ、同じことやからね、法令違反やからどう考えたかって。法令違反なんで、法令違反ですよねってことをメディアは突っ込まなあかんし、もっぺんおさらいするけれども、元彦なんて言うてた？県の職員さんが撮った記録用の写真です。だからそれは公文書です。私の YouTube は私のものです。だから本来は持ってきてはいかんのんだけども、それを兵庫県のアピールのために使ってるから OK ですって言うたよね。これどっかでこの理屈聞いたことない？この理屈。2年前に。これカニもうた時と同じ理屈やん。私が美味しくいただきました。自分で食べていいんですかって。県政の PR のために言うとってん。これおねだり案件なんですよ。カニと同じなの。自分が他人からもうてきたものを私的に使うことを公的な活動だと言って正当化するというおねだりのパターンですよ。あなた方は2年前に、記者クラブの皆さんの2年前に公益通報者保護法違反や。で、
おねだりや、騒いだんでしょ。全く同じことやってんねんから。もっぺん百条委員会と第三者委員会やらなあかんような案件ですよ、これ。で、それを、マルシー菅野やったら動かれへんってやったらもう俺マルシーを捨てるよ、これ。でもマルシー菅野じゃないですよ。マルシー神戸新聞、マルシー NHK、マルシー朝日新聞ってやってくれたらええよ。もうどうぞどうぞ、どうぞどうぞ。だから21世紀的に言うと、これクリエイティブコモンズです。クリエイティブコモンズです。どうぞクリエイティブコモンズなので、ええように使ってください。オープンソースです。どうぞどうぞ言っても、ダチョウ倶楽部、俺がやったらリアルやんけ。どうぞどうぞ、どうぞどうぞ。いや、じゃあ俺が、どうぞどうぞ。やがましは。そうです。僕がフリーの菅野ですって名乗ってる時のフリーは、フリー素材の菅野です。やかましは、アホ。誰がイラストやじゃ。その代わりチャンネル登録してくれ。もうチャンネル10万5千人に増えましたけど。そう。だからハイプもして。なので、オープンリーチにして、これ皆さんというかみんなで使ってください。それはネットでも使っていいですよ。あちこちで使ってください。記者クラブの人だけではなくて、あちこちでこのネタを使っていただいて OK です。で、検証動画の関しても YouTube に上げますが、クレジットは出しません。俺の声入ってるから、もう俺がやってるの分かるし、それは別にいいです。もう使ってください。世論情勢の方が重要です。T さんの名前出てるのはいいです、別に。本人の確認済みです。です。で、もういろんな人がいろんなようにしていただいたら結構です。で、みんなにやるので、俺は何をしたいかというと、ちょっと、潜りたいです、兵庫の件に関しては。ちょっとこの件、もうちょっと追求できそうなポイントが実は一箇所あって、潜りたいんですよ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。